一つなぎ。どうも、ワンピースの謎と仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2024年43号、ワンピース最新話1127話、謎の王国の冒険を考察していきます。この1127話については、8年前に考えています。それは、こちらの考察本に寄稿していた時代です。8年前、1127話の語呂合わせは、一つなぎだと考えました。それは4年前、YouTube でも同じように考察しています。そして月日は流れ、その1127話が今日です。8年前に思いを馳せた1127話はどんな話なのでしょうか。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まずは先週、1127話の予想はこのように考えました。こちらです。戸田先生が生涯で最も遊んだというドラゴンクエストはエルバフと同じ北欧神話がモチーフですから RPG 要素や小人の要素、さらにおもちゃになったような雰囲気でエルバフ編は進んでいくかもしれません。そんな1127話の類似話数は27話、127話、1027話です。27話は筋、語呂合わせは担う、村を救う役目を担うという男ウソップ、それが筋。27話でウソップは村の人々から逃げていますから、謎の部屋を仕掛けた人物は全力で逃げていくのか。次に127話はでんでん虫、語呂合わせは一つなぎ。ミスター3のローの部屋でクロコダイルと会話する3時にアンラッキーズが襲いかかる。それならば1127話では謎の部屋でナミたちは誰かに襲われる。次に1027話は想像を超える危機、語呂合わせは一旦を担う。そして桃之助は雲を掴んで空を飛ぶ。こことつながるなら1127話でも雲を掴むような話、つまり物事があまりにも不明瞭で捉えどころがない話と人物が展開されるのか。謎の部屋で目覚めたナミたちが不思議があるのでしょう。はい、先週の予想は40点くらいでしょうか。話数の理論をさらに追加して強化していきましょう。27話でウソップは黒猫海賊団と戦うことを決意。一方1127話でウソップは巨大な猫と戦うことを決意。次に127話では巨人ブロギーの涙によって虹がかかっている。さらに武器が壊れた話もしています。一方1127話には虹の橋がかかる世界樹ユグドラシュルが登場。そして北欧神話では勇敢な戦士や武器のことを戦いの木と呼んだそうです。つまり木イコール戦士です。僕は2年前から解放の戦士ニカとはゴムの木の天然樹脂の幻獣だと考えていますから、ニカもまた戦いの木でしょう。ルフィの顔の傷は木と読めますし、そして北欧神話では人間は木から生まれたと言います。ゴムの木から生まれたのが人々の実、ニカか。話数の理論を続けましょう。127話のタイトルはでんでん虫。一方1127話ではライウンゼウスの雷で感電するミツバチ兵、感電虫。でんでん虫と感電虫。次に1027話の扉絵はライオンから逃げるロジャー。一方1127話ではライオンから逃げるナミとウソップ。話数の理論はこんなもんでいいでしょう。次に8年前に考えた1127話の考察を振り返りましょう。8年前に考えたワンピースの正体とは、失われた島や都市、国、歴史こそがワンピースだと考えました。ノーランドが死刑台で語ったセリフを聞いた民衆の反応は嘘つきの大合唱で冷ややかなものでした。一方海賊王ロジャーが死刑台で放ったセリフを聞いた民衆の反応は熱狂を呼びました。つまりこの2人の物語は表裏一体の関係で描かれているようです。そうなると正直者のノーランドとは真逆である海賊王ロジャーが言った死刑台でのセリフはある意味で嘘だったことになります。つまり一つなぎの大秘宝は金銀財宝などではなく別のもの、しかも持って帰れないものでしょう。国や都市、島といった場所であると考えます。一つなぎの大秘宝、滅ぼされた巨大な王国の跡地でしょう。それは空島でもヒントが登場しています。空島では黄金、つまり黄金鏡よりもバース、つまり大地こそが宝であると言われていました。そして失われた島こそがラフテルだと考え、それは1127話で明かされると考えましたが、違う。その話が語られたのは1127話ではなく1113話でした。そんな1113話の話数の語呂合わせはワンピース。ワンピース。1113話で沈みゆく世界について明かされています。ちなみに1113話の語呂合わせ、ワンピースはこちらの動画で1113話よりも前、2年前から考えていました。とにかく8年前に考えた考察は1127話ではなく1113話で語られましたから外れています。しかし考察は外れても理論は別です。
相変わらず話数の理論は崩れていません。1127話の話数の語呂合わせ、一つ目は、一つなぎ。一つなぎであると考えます。1127話でルフィたちは、レゴブロックのような城、ビッグステイン上にいますが、レゴブロックとは無数のワンピース、ブロックを一つなぎにして遊ぶおもちゃです。レゴブロックイコールワンピースの一つなぎ。小田先生は無類のレゴブロック好きだと言います。さらに1127話の1ページ目には世界樹ユグドラシルが登場。ユグドラシルとは世界神話に登場する世界樹で天と地を貫く巨大な一本の木であり、北欧の樹木崇拝を表すまさに一つなぎです。故に1127話の語呂合わせは一つなぎだと考えます。一つなぎのダジャレも8年前の考察本で考えました。ただしその時に考えた一つなぎは聖地マリージョアを貫く幼樹イブだろうと考え、幼樹イブとは一つなぎの代表だと考えました。そんな8年前の考察をまとめたのがこちらの動画です。こちらの動画では400年前の開園歴1127年に島を見失った嘘つきノーランドを軸としてロジャーとの表裏一体から一つなぎについて考えました。そのノーランドが島を見失った話を見てください。島の半分がひび割れてノックアップストリームによって空へと飛んだ島は巨大な豆鶴ジャイアントジャックに突き刺さって固定されてしまうのですが、ジャイアントジャック、巨人のジャック、突き刺さった島の姿はまるでユグドラシル。そう、世界樹ユグドラシルのよう。突き刺さった島の名は神の島アッパーヤード。ゴッドエネルが住む土地へと変貌していきます。一方世界樹ユグドラシルも神話では神が住む土地アースガルズがありますが、北欧神話の世界では世界樹ユグドラシルの下には世界ヘビヨルムンガンドがいるのですが、スカイピアやアッパヤードの仮想であるジャヤにはカシガミというヘビの神がいました。つまり空島編の構造はまるで北欧神話の世界。明らかに世界樹ユグドラシルの構造感。嘘つきノーランドが求めていた大地が黄金鏡がある神の島アッパーヤード。一方嘘つきウソップが求めていた大地が世界樹ユグドラシルがあるエルバフウォーランド。ノーランドとウソップがまたもや一つなぎになる。そして話数の仕掛けでもつながっていました。こちらです。反転話数とはある特定の話数をひっくり返すと見えてくるワンピースのパズルのような仕掛けです。それはコミックスを集めている人だけが楽しめる仕掛け。227話のタイトルは嘘つきノーランド。227話をひっくり返すと722話王族の決闘。トンタッタの伝説の英雄ノーランドの再来と言われたウソップが打倒ドフラミンゴのために作戦会議をしています。さらに741話のタイトルは嘘つきウソランド。741話をひっくり返すと147話ウソッパチ。ドルトンの悲しみを背負うウソップです。そして今回1127話のエルバフの世界樹ユグドラシルでウソップとノーランドは再びつながったと言えます。植物学者のノーランドと植物を操るウソップ、植物を育む小人族トンタッタと樹木崇拝の巨人族エルバフ、すべては一つなぎ。いや一つなぎ。それでは次にノーランドとウソップ、小人族トンタッタと巨人族エルバフ、巨大豆鶴ジャイアントジャックと世界樹ユグドラシル、それらの表裏一体から何が見えているのか考えましょう。まずノーランドが島を見失った開園歴1127年の話は292話、タイトルはアフコとは片割れ好きの雲隠れ。ノーランドが見失ったジャヤの半分の土地を雲に隠れる月に例えています。そして空島編の最後にゴッドエネルは本当に月へ到達しました。そこには資源不足で青色の星へ移住した月の都市ビルカの人々の壁画がありました。その壁画には消えない炎マザーフレームも描かれており、月の民たちが古代兵器とともに移住してきたことがわかります。そしてビルカという名前に注目しましょう。ビルカとは北欧スウェーデンの世界遺産です。そんなビルカではバイキングの女戦士の骨が発見されていますから、月の都市ビルカとエルバフのつながりはあり得る。つまりエルバフ編では月の都市ビルカや古代兵器とつながると予想します。
上空まで伸びた世界樹ユグドラシルの頂なら、月の民たちが暮らしている上空の空島とも交流が可能です。そして北欧の女戦士といえばワルキューレ、別名バルキュリアでしょう。このワルキューレの姿はまるで月の民です。そんなワルキューレたちは蜂蜜酒を注ぐ役目もあったといいます。北欧神話で蜜は重要です。北欧神話の神々は不老不死ではないため、若さを維持するために蜜がたっぷり入った黄金のリンゴを食べます。ちなみに空島のゴッドエネルもリンゴを食べていました。これらのことから世界中ユグドラシルが悪魔の実が実る木の可能性すらあり得る。こちらの動画では悪魔の実が実る木こそが一つな義の代表だと考えました。小人族トンタッタが人造悪魔の実を作らされていたなら、巨人族エルバフは本物の悪魔の実を作れるかもしれません。一つなぎ。次に1127話ではミツバチ兵が登場しています。このミツバチ兵はおそらくワルキューレたちと一緒に戦う兵士でしょうか。その月の民ワルキューレが守っている人物が1127話で語られている太陽神様か。北欧神話の太陽神といえばソウルでしょうか。ポールケーキ編で描かれたエルバフではカルメルが持つソルソルの実で嘘の太陽神が表現されていました。つまりエルバフでは太陽神ソウルと月の民ワルキューレがルフィたちを待ち受けているのか。ちなみにルフィも太陽の神ニカですが、ギアフィフスを発動しない限りエルバフでは誰もルフィイコールニカだと認識されなそう。しかし逆に言えばニカの姿になった時エルバフたちは大騒ぎしそう。ルフィがニカの姿になる時はおそらく1127話で叫んでいる謎の獣と戦う時でしょうか。謎の獣の正体は何でしょうか。なんとなくそれは狼でしょうか。狼は遠吠えをしますし、何より1127話では狼ゼウスの雷で幕を開けましたから、狼なりイコール狼なりイコール狼なり、こうしたダジャレが成立し、さらに北欧神話ではフェンリルやハティ、マーナガルムといった狼の怪物が数多く登場します。謎が謎を呼ぶワンピース。なぜ1127話のタイトルは巨人の国の冒険ではなく謎の国の冒険なのか。それはもちろんエルバフ編で多くの謎が解けるからでしょう。その謎とは古代兵器であり、世界が創造された話であり、悪魔の実の謎も解けるかもしれません。8年前、この1127話は111巻に収録されると予想しました。なぜなら111の語呂合わせは、火が3つで、秘密。111巻は秘密の回、1127話は謎の国の冒険です。やはりエルバフで多くの謎が解き明かされそう。それでは次に世界樹ユグドラシルをさらに考えましょう。世界樹ユグドラシルの構造は下に蛇がいて上に神がいます。それは空島と同じ構造だと考えました。さらに聖地マリージョアも同じ構造でしょう。マリージョアの下には蛇ではなく竜宮王国があり、さらにはレッドラインもあります。このレッドラインはおそらくドリーが表現した血に染まる蛇のことでしょう。レッドラインとはまるで世界を飲み込む世界蛇ヨルムンガンドのよう。そして上には自称神天竜人たちがいて、幼樹イブが天と地を貫いていますから、聖地マリージョアもまた北欧神話の世界観が反映されています。それではこの幼児イブのてっぺんがあるであろう聖地マリージョアではどうなってるんでしょうか。再び51巻のやる気満々グローブを見てみましょう。木のてっぺんはドーム型の大きな気泡で覆われています。このことから聖地マリージョアの一部分も巨大な気泡によって覆われている可能性はないでしょうか。それはまるで北欧神話に出てくる世界樹ユグドラシルや旧約聖書に出てくる生命の木のようなイメージです。それがわかるのがドン・キホーテ一族です。ドン・キホーテ・ミョスガルド姓のミョスガルドとは北欧神話の人間界ミズガルドが由来だろうと以前考えました。一方ドフラミンゴの父親ドン・キホーテ・ホーミング姓も天竜人から人間になったことでドフラミンゴに殺されていました。このことからエルバフ編の世界樹ユグドラシルの頂は聖地マリージョアやイム様のヒントとなり得るでしょう。そんなイム様とつながるのがエルバフの王子ロキなのか。それでは次にここから本編の考察を始めましょう。エルバフとは以前も紹介したように考察界隈では数十年前から言われている言葉遊びがあります。それはエルバフをひっくり返すとグーはファーブルになります。
このことからエルバフでは寓話が数多く語られそうです。寓話とはイソップ寓話のように動物を用いた学びがあるお話です。この1127話でも多くの寓話が採用されています。まずナミは雷雲ゼウスでミツバチ兵を倒していますが、これはイソップ寓話のミツバチとゼウスがモチーフでしょう。ミツバチは蜂蜜を人間に取られるのが嫌になり、ゼウスに人間を刺し殺せる針が欲しいと要求します。そんなミツバチの願いをゼウスは叶えてあげますが、しかし蜂蜜と人間の命は釣り合わないと考えて、ゼウスは針で刺せるのは1回のみ。そして針を刺した時はお前たちの命も絶える。そのような条件でミツバチに針を与えた話ですが、ワンピースではゼウスがミツバチたちを倒してしまっています。次に1127話には猫の王様が登場しています。これは北欧に伝わる話、猫の王ケットシーでしょう。満月の夜、とある男が猫たちが喋っている声を聞くと、猫たちは猫の王様が死んだと意味不明な会話を交わしていた。そして男は家に帰って奥さんにこの話をしてみたら、飼い猫が突然飛び起きて、それなら僕が次の王様だと叫んで家から出て行ってしまったというお話です。これは泥棒猫ナミのセリフ、ウソップが死んじゃってでわかるでしょう。次にルフィはエルバフの耳神様こと巨大なウサギを食べたと言います。これはインドの寓話がモチーフでしょうか。寓話は世界中に存在しています。インドの寓話ジャータカでは、森に住む猿と狐とウサギのもとへ仏帝釈天が普通の老人に化けて現れます。老人はお腹が空いたと言い食料を求めると、猿は木の実を取ってきました。狐は川で魚を取ってきました。しかしウサギは何も取れなかったので、どうぞ私を食べてくださいと言い、焚き火に身を投じて焼け死んでしまいます。この行動を称えた帝釈天はそのウサギを月に送って蘇らせたと言います。だから月にはウサギが見えるというお話です。一方ルフィは1127話で焼きウサギを食べています。これらの寓話は何を表すのでしょうか。エルバフ編の開幕で語られた寓話は、そう月を表す。満月の夜の猫の王ケットシー、月になったインド寓話のウサギの話、やはりエルバフと月の民のつながりや伏線を感じます。月に到達した雷神エネルと1127話の雷雲ゼウスもそうです。ちなみに1127話では雷で感電したハリネズミが猫の王様の頭の上に落ちていますが、ここに1127話の擬音の語呂合わせが入っています。ビーニャーナー。以上です。1127話は一見すると猫を倒しただけの回ですが、そこには語呂合わせ一つなぎを見出せます。他にも1127話の話数の語呂合わせは、ピンチになる、ピンチになる波、一途な、一途な惨事、そのような語呂合わせを1127話に見出せます。話数の語呂合わせを否定する人もいますが、何かを否定するだけなら1秒でできます。一方何かを証明していくには長い年月がかかります。それはまるで樹木の年輪のように。それでは次に1128話の展開を話数の語呂合わせから読み解きましょう。1128話の類似話数は28話、128話、1028話です。28話は三日月、語呂合わせはジヤ。ジヤとは夜の訪れを表す時刻です。三日月をバックに黒が正体を表した夜、そしてウソップが撒いた油によって坂を登れないゾロ。いきなり自爆していますが、こことつながるなら1128話ではルフィたちは自分たちの撒いた種で自爆しそうです。次に128話は誇り、語呂合わせは意地っ張り。どちらが倒した獲物が大きいか、意地を張り合うゾロとサンジ。こことつながるなら1128話でもゾロとサンジが相変わらず喧嘩して自爆するのか。次に1028話はブラキオジャウルス、語呂合わせはデンジャー、そしてデルジャー、ヘビが出た。こことつながるなら1128話で早くも世界中ユグドラ州に住むという世界ヘビヨルムンガンドが登場するのか。そんな1128話の話数の語呂合わせ予想は、いい庭、ビッグステイン城には中庭があるのか。いい艶、いい翼、艶と翼がある美しきエルバフの女戦士ワルキューレことバルキュリアが登場するのか。以上です。最後にエルバフ編におけるウソップ強化イベントを考えましょう。ウソップの嘘は高確率で実現しますから、5トンハンマーを抱えたウソップの嘘、破壊の王も実現しそうです。
それは北欧神話における最強クラスの武器、投げれば100発100中、しかも自動で手元に戻る最強のハンマー、ミョルニール。粉砕するもの、別名トールハンマーを狙撃手ウソップが手に入れれば破壊の王が実現します。参った。俺も衰えたな。昔はもっと嘘をぶちかましたもんなのに、今やそれができちまう。チャンネル登録してね。謎を解く鍵はより一体語呂合わせ、最強を明日の理論に滑り倒すダジャレと恩師なんだ。私の考察には敵が多すぎる。謎を解くゆでろゆでろ、一緒に最後まで釈迦じゃないよ。